もし陸すら見えない海の上で乗っていた船が壊れてしまったら、1972年6月15日、南米エクアドル領ガラパゴス諸島沖、私たちはここから約4800キロ西に位置するマルキーズ諸島を目指し海を進んでいた。イギリスのファルマス港を立ってから早1年半、あの日私は妻のリン、そして4人の子供たちを連れ、このヨットで世界一周の旅に出た。所有していた農場を売り払い、全てを手放し手に入れたこのヨット、全ては田舎町で育った子供たちに広大な世界を見せてやりたいがためだった。お父さん、次の島には何日くらいかかりそう？そうだな、太平洋のど真ん中の島だからな。いつもより少し長旅になると思うよ。船旅にすっかり慣れた子供たちはあの頃に比べて見違えるほどたくましくなった。私はこの旅に出て本当に良かったと思っていた。そう、この時は気づきもしていなかったんだ。この船、刻一刻と忍び寄る3頭のシャチの存在に。太平洋をヨットで進む一家に襲いかかる3頭のシャチ。途方もない恐怖に襲われた彼らの運命はいかに。あなたは耐えられるでしょうか。遥か遠くの海に置き去りにされる絶望に。おそす。たまに姪っ子と甥っ子から連絡来たなと思ったら、なんかのゲームの招待リンクだったよ。ケンちゃんです。たまに食べたくなる油そば、やみやみこです。寂しいよね。寂しいけど嬉しいっすよ。頭の片隅でも姪っ子と甥っ子に置いてもらってるんだっていう。招待リンクあいつに送っとこうって。なんか石もらえるみたいな。なんか今回はですね、絶望的状況に立たされた人々を考察するあなたならどうするなんですけれども、今回ですね、世界一周旅行中に乗っていた船がですね、シャチに襲われてしまったという一家を取り上げたいと思います。何どんだけ小さな船に乗ってたの？でもシャチってさ、イメージなんか北極か南極かの氷に乗ってるさ、なんかアザラシかなんかを3匹で群れで襲ってる動画とか見たことないな。ないかもしれない。なんかあいつら群れでね、襲うのよ。そんな状況だったの？絶望的状況よ、それ多分。シャチにね、襲われるっていうこと自体も恐ろしいんですけど、本当に恐ろしいのがですね、シャチに襲われた後だったんです。後？どういうこと？助けすらないね、海の上でこの家族には絶望的な状況が待ち受けていたんです。あなたならどうしますか？海のギャング。1972年6月15日、舞台は南太平洋エクアドル領ガラパゴス諸島沖。ありがとう。今回はいつもより長い口論になりそうだがよろしく頼むよ。妻リンから目覚めのコーヒーを手渡され、笑顔でそう話したのはドゥーガル・ロバートソン。妻と4人の子供を連れ、世界一周の航海に挑戦している元海軍の男性でした。思えば子供たちも随分船旅に慣れたもんだ。たくましく育ってくれて何よりだ。彼は海軍を引退後、イギリススタッフォードシャー州で農場を経営していました。子供たちはその農場での田舎暮らししか知らず、ドゥーガルは外の世界にもっと素晴らしいものがあることをこの航海で伝えたかったんです。一年発起したドゥーガルは農場を売り払い、全長13メートルのヨットルセット号を購入。約1年半前にイギリスのファルマス港から世界一周へと漕ぎ出したんです。家族に乗って世界一周ってもう日本だとね、学校に行かないって言ってるぐらいで騒いでる世間なのにね、そんな家族いたらめちゃくちゃびっくりするわよね。なかなかない話。普通にね、学校に通っている年の子もいたので、そう考えるとかなり特殊な経験だったんじゃないかなと思いますよね。ただね、この後できれば経験したくもないものも待ってるんです。約1年半の航海でカリブ海の島々を巡った一家は、そこから南太平洋沖へガラパゴス諸島を経て約4800キロ西に位置するマルキーズ諸島へ向けて船を走らせていました。そしてこの日6月15日の早朝、ねえお兄ちゃん、あれはイルカ？操舵室から海を見渡していた子供たちは、海面にうっすらと見えるヒレのようなものを指さし、不思議そうに会話を交わしていました。その生き物の正体は、そう最強の海洋生物の名を欲しいままにするシャチ。3頭のシャチはヨットの周囲を旋回し、着々と一家へと狙いを定めていたんです。そしてその時は突如として訪れました。なんだ？海の下から突き上げられ激しく揺れ始めたヨット。一家は事態を飲み込めないままマストや手すりにしがみつき、揺れが収まるのを待ちました。しかし問題は揺れが収まった後のこと。大変だ、みんな脱出するぞ。そう、このヨットはシャチの体当たりによってすでに水没し始めていたんです。
水没し始めてるってもう、しかも脱出しようとしてるってさ、本当に食べられちゃっておしまいなんじゃないの？大丈夫？そう思うところではあるんですけれども、シャチの目的はですね、人間ではなく船だったんですよ。そうなの？乗っているね、人間に危害を加えようっていうのではなかったんですよ。というわけで本日のメトラーキーワード、シャチの遊びについて。高い知能と運動能力を持ち、時に自分より大きなクジラをも襲ってしまうシャチ。彼らが小型船を攻撃し水没させてしまったという話は実は珍しくないんです。近年注目されているのはヨーロッパ南西部イベリア半島沖に生息する9頭のシャチの群れ。2020年以降、この群れが小型船を攻撃する事例が数十件も報告されているんです。そしてこの群れが攻撃するのは船の船体のみで、救難ボートで脱出した人を襲った例は数十件のうち一度もありません。このことからシャチが小型船を攻撃するのは単に船とじゃれて遊んでいるだけだと考えられているんです。シャチの体当たりで船体に穴が開き、みるみる流れ込んでくる海水。父ドゥガールは慌てて救難用のゴムボートを膨らませ、その最中にヨットの無線機で SOS 信号を発しようとします。ところが、おい、なんでつかないんだ。不運にもこの日は無線機の調子が悪く SOS 信号を出せないままヨットは水没してしまいます。その後一家はゴムボートに乗り込み、なんとか脱出できたものの、そこは陸地から約320キロも離れた地点。一家は救助の望みが限りなく薄い状況での漂流を余儀なくされてしまうんです。手元に残された非常用物資は数日分の水、玉ねぎ1袋、ビスケット1貫、その他数個のフルーツやお菓子など、乗員6人で分け合えばそう長くは持たないことは明白でした。陸地からね、程遠い海で漂流せざるを得なくなってしまったロバートソン一家。ここで一番の問題点というのは、水が数日分しかないことだったんです。人間水があればね、ある程度は生きられるみたいなことを聞いたことあるからね。皆さんがね、同じ状況に立たされたら、どのように対処しますか？雨は降るだろうから、雨水溜めてって言ってもそんな大した量じゃないし、でも必死にどうにかね、雨水を溜めて水を確保するしかないんじゃない？あとは本当に最終手段ですけど、んあれを飲むしかないですよね。そんなの出んのかしらっていう疑問もあるわ。でなかったらもう空気中の水分を。発明やそれ。さて、このロバートソン一家は一体どのように乗り越えたんでしょうか？漂流生活。ロバートソン一家のヨットが沈んでしまったのはガラパゴス諸島から西へ320キロ進んだ場所。元海軍の父ドゥーガルは自分たちが遭難したその地理から次のような計画を立てました。少し北へ行けばドルドラムに出られる。まずはそこを目指そう。ドルドラムとは南北の貿易風がぶつかり合い収束する地点のこと。雨が降りやすいドルドラムへ抜ければ飲み水を確保でき、生存率を高められるとドゥーガルは考えたんです。ここから一家は約6日間、水は1日 3,4 口分飲むだけにとどめ、捕まえたトビウオやウミガメを主食にしながら北上。そしてそれは漂流7日目のこと。雨だ。降りしきる大雨に歓喜の声を上げた父ドゥーガル。一家は空き缶やバッグを使い、できる限りの水分を確保します。非常用物資の水はすでに心もとない量となっていましたが、ドルドラムへたどり着いた一家は計画通り命をつなぐことができたんです。あとは海流に乗ってひたすらアメリカを目指すだけだ。いや、なんかこれ聞いててすっごい感心するんだけど、元海軍なだけあってかなり知識が豊富ね。なんかそうですねめ。ちゃくちゃ無謀かもしれないって聞いた時思ってたけど、これならなんか世界をヨットで一周しようって思いつくだけのね、何か試してみたい腕はあるそうな気がするわね。ここだけ見るとね、うん希望が見えてきたようには思えるんですけれど、うんでもやっぱ一家が生き延びるにはね、全然足らんす。これそう甘くはない。もっと厳しいですからね、漂流したら。まあ、したことないけど。ね、わかんない。それは漂流14日目のこと。パパ、喉乾いた。父ドゥーガルへ向かい力なくつぶやいた子供たち。ドルドラムへたどり着いて喜んだのもつかの間。あれからアメリカへ向かってボートを漕ぎ続けていた一家のもとへ雨は一滴も降りませんでした。さらに一家の乗っていたボートはすでに複数の穴が開いており、家族が交代で排水していないと水没してしまう状態。著しい体力の消耗にその場の誰もが生気を失っていました。そんな重い空気の中、生き残るためのさらなる案を出したのが母リンでした。みんな艦長を使ってお尻から水分補給するわよ。そう言ってリンが指さしたのは何日間も船底に残っていた雨水。それは口から飲むには不衛生な水でしたが、艦長でお尻から注入すれば多少の汚水でも水分補給に役立てられるとリンは考えたんです。実のところリンは元看護師で、このような医療の知識が非常に豊富。家族は抵抗を感じながらもリンが間に合わせの道具で作った簡易的な艦長を使い、通常は飲み水にできない汚水も水分補給に利用するようになりました。なるほど。言われてみればそうね。お尻から水分補給した方が最も効率的ってことでし
しょ、そういうこと聞いてたら極限状態には変わりないんだろうけど、なんだか助かりそうじゃない？でもさ、お尻から水飲もうぜって思いつくのマジで驚きだよこれ。でもかなり科学的に考えてるじゃん。知識がすごいですね。ねそんなね、海の上のサバイバル術にね、こう長けた家族なんですけれども、そんなね、家族でも限界っていうのはですね、刻一刻と迫ってきていたんです。以降も雨が降ったかと思えば数日一切降らない日が続いたり、時にスコールに襲われたり、一家は自然の厳しい洗礼を受けながらたどり着けるかもわからないアメリカを目指し、ひたすらに進んでいきました。漂流22日目を迎える頃には、捕まえたウミガメの血液や魚の目玉の中の髄液さえも貴重な水分として利用するように。そしてウミガメを解体していた時、誤って自分の指を切ってしまったドゥーガル。しかし彼の指からは血が一滴も流れませんでした。人間の体は水分が極端に足りなくなると、心臓や肺、脳の機能を維持するため、それらの臓器へ血液を集中させるんです。そのためドゥーガルの手足にはもはや十分に血が通っていなかったんです。さらに日々海水に触れ続けた一家は、その誰もが体中ただれている状態。身動きが取れないほど狭いボートの中でバランスを崩せばすぐに海に転落してしまうため、睡眠時も常に気を張らなければなりません。こうして漂流の期間が長引くにつれ、満身創痍となったロバートソン一家には陰鬱な空気が流れるようになっていきました。どんだけ工夫してもね、もう1ヶ月も水不足が続くと誰でもそういう感じになっちゃうわよ。運動量とかもね、普通の生活と比較するとね、全然違うじゃないですか。ずっとね、水とかをかいて出してるわけですからね。そしてこの後ね、一家はこの漂流生活で最大のピンチを迎えることになるんです。そしてそれは自然の脅威とはまた別の理由からだったんです。最初から壊れていた。小さな船に閉じ込められ続け、体力もすでに限界を迎えていたロバートソン一家。漂流生活も早1ヶ月を迎え、不満を爆発させたのは母リンでした。なんでこんな目に遭わなきゃいけないのよ。全部あなたのせいよ。世界一周の航海なんて最初から馬鹿げてると思ってた。そう、実はリンは父ドゥーガルがこの航海を計画し始めた当初から計画に反対していました。そもそもあなたは解消なしなのよ。子供たちを普通に学校へ通わせられないのもあなたのせいじゃない。なのに土地を売ってヨットで世界一周、まともじゃないのよ。リンの言うように、イギリスで農家を営んでいた頃のロバートソン一家の生活はとても恵まれているとは言えないようなものでした。自宅には電気すら通っておらず、テレビがないのはおろか、オイルランプやろうそくで暮らしているような状態。そんな生活が続く中、夫のドゥーガルが急に立て始めた世界一周計画は、一般社会での生活すらままならない不甲斐なさから目を背ける行為にしか見えなかったんです。そしてリンが指摘した夫ドゥーガルの生活力のなさは、彼にとって一番触れられたくないことでした。うるせえ、俺だって好きであんな生活してたわけじゃねえんだよ。ドゥーガルの兄弟姉妹たちは皆裕福で、子供たちを私立学校や大学へ通わせていました。そんな中、海軍を辞めて始めた農業がうまくいかず、子供たちを学校にも行かせられなかったドゥーガルはずっと劣等感に苛まれていたんです。痛いところを突かれたドゥーガルは腹の虫が収まらず、夫婦の言い争いはみるみるヒートアップ。家族の間に険悪なムードが漂います。最初はね、世界一周のヨット生活だなんてさ、すごい憧れの父親のようなね、すごい人だって思ってたけど、なんかもうこのドゥーガル自身もなんかね、他の親戚の手前なんか何者かになりたかったのかもしれないわね。話聞いてるとね、そうかもしれないですよね。そしてさらにね、実はですね、ドゥーガルを嫌っていたのは妻のリンだけではなかったんです。この後、一家はついに崩壊の時を迎えてしまうんです。父ドゥーガルと母リンの喧嘩が勃発し、数日一家に不穏な空気が流れる中、迎えた漂流37日目のこと。うわー、静まり返った海に突如鳴り響いた水しぶきの音。ウミガメを捕まえボートに引き上げようとしたドゥーガルは誤ってバランスを崩し海へ転落。父さん。すぐさまドゥーガルの足を掴んだのは18歳の長男ダグラス。ダグラス、すまん。そう言ってダグラスの顔を見上げたドゥーガルだったが、なぜかダグラスはそこから父親の体を引き上げようとはしない。そして彼はひどく冷たい声でこう言った。父さん、もう二度と僕らを殴らないと約束してくれ。さもなければ今すぐこの手を離すよ。そう、ドゥーガルはイギリスでの思い通りにいかない暮らしの中で子供たちにもたびたび暴力を振るっていた。子供たちに外の世界を見せたい。ドゥーガルのそんな思いから始まったこの航海は、皮肉にも怖くて逆らえなかった父親に見切りをつける選択ができるほどに息子を成長させていた。
こうして迎えた漂流38日目の1972年7月23日。あれは船だ。体力も家族の関係も最悪の状況の中、一家の前に現れたのは日本からやってきた漁船第二十日丸。ドゥーガルは即座に発煙筒を取り出し、船へ向かって思い切り手を振りました。第二十日丸の船員は皆信じられない様子でこちらを見ていましたが、すぐに一家を救助。家族全員に輸血が必要だったほか、末っ子のサンディは風邪をこじらせて肺炎を患っているボロボロの状態。しかしどうにか助かることになったんです。いやー、まさか助かるとはね。でもこれ助かったはいいけど、かなり家族関係大きく変わっちゃったんじゃない？それはそうなんですよ。ただそれは悪い変化ばかりだけではなかったんです。この後、イギリスへ戻ったドゥーガルは漂流生活での喧嘩をきっかけに妻リンと離婚。漂流生活の顛末を記した自伝本の印税からいくらかをリンに渡す約束で、慰謝料についても丸く収まったといいます。また長男のダグラスもドゥーガルの元から巣立ち、ロンドンで会計士に。彼は父について次のように話をしています。父さんは確かに間違いを犯したかもしれない。でも父さんがいなければ僕らは家には帰れなかった。もう恨んではいませんよ。そして肝心のドゥーガルは漂流生活についてこんなコメントを残しました。この旅の一番の価値は日本人を許せたことだ。そう、元イギリス海軍のドゥーガルは第二次世界大戦中、日本軍の空襲によって乗っていた輸送船を沈められた経験がありました。以来彼の中には長らく日本への敵対心が根付いていたんです。しかし戦争から30年が経ち、自分たち家族を救ってくれたのは紛れもなく日本人でした。漂流生活でボロボロになったロバートソン一家に日本人の船員は嫌な顔一つせず風呂を貸し、食事を分け与え、陸地まで送り届けてくれました。ドゥーガルはそんな船員とのやり取りの中で長く自分の中に残っていたわだかまりを一つ解消することができたんです。1992年、ドゥーガルは癌を患い68歳で他界。晩年看病してくれたのは離婚した妻リンやあの旅で仲違いした子供たち。ドゥーガルは漂流生活で命を救われ、日本人への許しの気持ちを覚えると同時に家族に対する過去の行いも悔い改めていたのではないでしょうか。だからこそ一度途絶えた家族の絆もまた戻ってきたのではないかと僕は思います。一度ボロボロに壊れて修復されたからこそ強くなる。人が成長していくためにはそうした修羅場の経験が必要なのかもしれません。